外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。俺の妹を。番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。こうして見知らぬ神が俺の妹ホタルを連れ去っていった。そして俺も神に封印され本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた俺たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか俺にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよっていた。2ヶ月前君と出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもうとっくに溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぜ。そろそろ出発の時間だ。行こう。
登るにはスタミナを使う。回復には時間が必要だ。じゃあルートを決めたら出発だ。目指すは七天神像。この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ？をかたどった像は七神の象徴としてこの大陸に点在してるんだ。7つの元素の神のうちこれは風を司るものだな。お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど、風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。ほら、言葉は歌となり風と共に流れ、その中にきっと妹さんの情報があると思うんだ。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。よし、急ごう。どうだ？この世界の元素を感じたか？どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れられるみたいだな。この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。おかしいは神様にとって失礼だぞ。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前ならそこで神の手がかりを入手できるかもな。それとモンドには銀融詩人がたくさんいるから妹さんの情報が手に入るかもしれないぞ。よし、じゃあ行くか。この世界の元素はお前の祈りに応えたいい兆しだとオイラは思うぞ。これは七天神像にもらった風元素の力だ。オイラもこんなかっこいい戦い方ができたらな。なんだあれ、なんかでっかいやつが。森の奥
怖がらないで。安心して。僕は帰ってきたよ。あいつドラゴンと話してる？誰？おいて助かったぜ。さっきは何があったんだ？食われるかと思ったぞ。絶対あのドラゴンと話してたやつが関係してるよな。普通じゃないよな。なんだあれ。あの石赤く光ってる？近くで見てみようぜ。気をつけろ。嫌な感じがする。こんな石見たことない。何なんだこれ。危ないってことだけはわかるな。とりあえず回収しておくか。よし、回収完了。急いでここを出よう。待ちなさい。風神のご加護があらんこと。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？落ち着いて。怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。それからそのマスコットは何なの？全然違う。マスコット以下じゃないか。とにかく旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没しているの。だから早く城に入った方がいいわ。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して。任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。ごめん。優秀な騎士にあるまじき言動だったね。謝るよ。見知らぬ尊敬できる旅人さん。ぎこちない。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？得体の知れない旅人さん、何しにモンドへ？こいつは遠い遠い旅の途中で妹と離れ離れになってな。オイラはこいつと一緒にその妹を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。そうだ、今請け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば任務って何なんだ？簡単よ。見ればわかるわ。あ、ヒルチャール！逃がさないで。最近荒野の化け物が城に近づいてきてるの。今回の任務はその巣の掃除よ。
にヒルチャールが現れるんだ。こういう奴らは普通、都市から離れたところに巣を作るよな。そうね。本来だったら荒野にいるはずね。でも最近、風魔竜が頻繁に出現するようになって、キャラバンのルートに影響があったの。暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だから、こいつらの活動範囲もだんだん城の方に。そう。でも今日また一つ巣を片付けられたから、進展はあったわ。さあ、私についてきて。真面目で優秀な騎士が、あんたたちを城まで守ってあげる。なんだあれ。いい匂い。腹が減っては冒険が。次は何作ろうかしら。君たちも冒険者なの？通りすがりの旅人だよ。料理の準備か？旅人さんね。いらっしゃい。私はリン。冒険者協会所属、サバイバルのプロよ。見ての通り料理を研究してるの。腹が減っては冒険ができぬというのがサバイバルの心得の第一項目だからね。ピクニック。オイラも大好きなんだ。オイラの仲間も料理が得意だぞ。そうだろ？そうなの？鍋の準備はできてるから腕前を見せてみて。サバイバルのプロ直々の指南を受けられるチャンスはめったにないわよ。キノコと肉が桶に入っているから、それで鶏肉と野生キノコの串焼きを作って。冒険者協会のサバイバルのプロとは私のことよ。材料は手に入った？じゃあ鍋のところに行って好きに使っていいわ。もうできたの？いい匂いがするわ。では、いただきます。こくり。思ったより美味しい。君やっぱりセンスあるわね。そうだろう。君の腕ならもっと難しい料理に挑戦してみてもいいわよ。私の荷物に生の食材がまだ少しあるから君にあげるわ。料理のお礼よ。いいのか？お前が食べるものなくなっちゃうぞ。大丈夫よ。野外探検で食材はたくさん手に入るから。君たちも周りをよく観察することね。それから鹿狩りで食材と料理を販売してるから、時間がある時に寄ってみるといいわ。情報ありがとう。っておい、おいらにも鶏肉と野生キノコの串焼き残しといてくれよ。
て紹介させてもらうわ。風とタンポポの牧歌の城、自由の都、セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。やっと野宿しないで済むな。でも城内のみんなはあまり元気じゃなさそうだ。最近みんな風魔流の件で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっと全てうまくいく。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長ジン、モンドの守護者だよ。ジンさんが一緒なら風魔流レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあんたに渡したいものがあるの。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。おいおい、オイラにはないのかよ。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをご馳走してあげる。人参とお肉のハニーソテー。とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。普段この辺は賑わってるんだけど、最近は風魔流のせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより繁盛してる？それでお礼っていうのはね、じゃーん、風の翼よ。偵察騎士はこれで空を駆け抜けるの。モンドに住む人たちもみんなこれを愛用してるんだ。ここに連れてきたのはあんたにこれの良さを体験してもらいたかったから。随分と熱く語るんだな。風はモンドの魂だからね。さあ、早速風の翼の性能を試しましょう。操作は簡単だけど指示はちゃんと聞いてね。嘘。あれ？風の翼ってこんなに長時間対空できるのか？落ちないように僕が1000年の流風に助けてもらったんだ。想像してみて、この風を集中させるんだ。雲を突き破るようにね。この声誰だ？
大丈夫？巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人さん、ちょうどよかった、一緒に。待てアンバー、見たことない奴がいるんだが。そうだった。こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は遠いところから来た旅人さん。遠いってことしかわからないのか。事の経緯はなるほど、モンドへようこそ。しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないな。俺にもわかるぜ、血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。それからなんで風神を探してるかは知らないが、誰にでも言いたくない秘密はある。お前もその口だろうだから聞かないでおいてやるぜ。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。さっきの風魔竜との戦いで守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。騎士団本部までどうか来てくれないか。ここが騎士団の本部みたいだな。入るか。ここから入ると騎士団の本部だな。早く入ろうぜ。ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。あったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。と、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど。モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン。こちらはリサ、騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来たよい子ちゃんかしら。かわいいわね。ただタイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団が
もっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドに留まっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。おい、サボるなよ。オイラたちも手を貸すべきだぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで、逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ？放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのは、そこに残った力のせいなの。私たちの目標は、放棄された4つの神殿のうち、この3つだ。3つだけの理由については、みんなも分かっていると思うが。わからないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に、神殿の遺跡へと向かおう。私と組むの？先に言っておくけど、初心者に合わせてペースを落とすようなことはしないよ。ジンさんがいれば安心できる。そう言いたいとこだけど、そればっかり言ってたらダメだよね。だってジンさんはいつも真っ先に動こうとするから、たまにはゆっくり休んでほしいんだ。そしていつの日か、ジンさんに私たちがいるから安心してって言えるようになりたいの。私と組むの？セピロス騎士団の新人として、風に対する理解は必要不可欠だよ。風の翼の上級特訓なら私に任せてね。私たちの誘いを受け入れてくれたこと、感謝する、旅人。風魔竜の体や力の異変に関して、確かにおかしな点がたくさんある。しかし、騎士団にとって、今回の襲撃による余波を落ち着かせることが最優先だ。団長から騎士団を預かっている身として、私は団長、そしてモンドの人々の期待を裏切ることはできない。真相をはっきりさせないと。私たちの誘いを受け入れてくれ。偵察騎士アンバーが君のことで誤解したと聞いた。彼女は責任を果たそうとしただけだ。どうか許してほしい。そうだ、時間があったらアンバーと話してみるといい。彼女から元気をもらえるぞ。図書館司書のリサよ。私に聞きたいことでもあるの？かわいい子ちゃん。荒野にいる怪物たちの資料かしら？図書館にたくさんあるわよ。元素による優勢をうまく利用することが勝利をつかむコツね。そうだ、図書館でアルバイトをする気はない？最近雑用、いえ、使い走り、いえ、支援の人手が足りないのよね。図書館司書のリサよ。風魔竜に対抗する方法ね。残念だけど、一人じゃかないっこないわ。あの体にある膨大な風の魔力を見ると、簡単に倒せるような生物じゃないってことがわかる。時間があったら元素魔法の基礎を教えてあげる。そしたらあなたもその力について少しは理解できると思うわ。風の翼の扱いがかなりうまかったな。どこで学んだんだ？眼帯。なんだ、俺のことが聞きたいのか？そういえばちゃんとした自己紹介がまだだったな。まあするつもりがなかったというのが正解だが失礼。俺は騎兵隊隊長ガイアだ。今手をつけている問題が解決したらまたゆっくり話そう。いい場所を知っているんだ。話すのにふさわしい場所をな。
風の翼の扱いがかなり。大団長は今遠征中だ。だから副団長のジンが代わりに団長の仕事を引き継いでいる。これが代理団長と呼ばれる理由さ。大団長がここを出ていく時5分の4の騎士を連れて行ったから、代理団長に残されたプレッシャーもおのずと5倍になった。そう考えるとジンも大変だよな。これからの冒険はますます危ないかもしれないから、ちゃんと準備しておいた方がいいぞ。モンドの鍛冶屋に行ってみようか。鍛冶屋はあそこだ。なんだ？そこにある。自分で選ぶといい。欲しいものがなかったらオーダーメイドもできるぞ。オーダーメイドできるんだ。当然だ。販売、オーダーメイド、精錬、すべてこの鉄工房の仕事だ。お前に鉱石があればな。どこにでもある。じゃあこうしよう。この付近で鉄が見つかりやすい場所を教えるよ。鉄を持ってくれば製造してやる。礼はいらない。仕事に戻るよ。なんかイライラしてる。邪魔したのかな。なんだ？ああ、そんなこともあったな。忙しすぎて忘れてたよ。まあいい。この色のものも使えないわけではない。鉱石を見つけたらこっちに来るといい。もちろん俺が忙しくない時に来るのが一番いいがな。鉄を打つには集中力が必要だ。客の世間話に付き合うのは苦手だ。腕が良ければ依頼が来る。他のことはいらないんだ。用がなければ仕事に戻るぞ。真面目な人だな。ちょっと短期
直なとこもあるけど、製造は彼に任せておけば大丈夫な気がするぞ。ここが放棄された四風守護の神殿の一つだよ。この神殿が放棄されたのは何年も前でね。モンドの人でもめったにここには来ないの。だから、中は獣やヒルチャールの巣窟になってるかもしれないね。はぁ。風魔竜でさえ自分の神殿を捨てたほどだし。実はね、私もショックなんだけど、風魔竜はかつて四風守護の一つとして数えられていたの。この話は置いといて。どう？何か感じた？ここの風、少し変わってる。中へ入ってみよう。気をつけて。竜の力が影響を及ぼしているから。モンドの人々はまだ風災で困っている。一秒たりとも待たせたくない。早く神殿に行こう。あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた。神殿の最深部だ。ついてこれるかな？こういう状況に陥った時のために秘密兵器を用意してきたの。その名も爆弾人形ウサギ伯爵。あれって火薬が詰まった樽だよね。うん、矢で撃てば起爆できると思う。はっ、夫人。
れで少しはジンさんの役に立てたと思う。以前なら城内の安全を死守することはできた。まあそれもジンさんの力があればこそなんだけど、でも今風魔竜がモンド城内を直接襲うようなことがあったら、風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これはリサさんの口癖だよ。そうだ、前に話した四風守護の話だけど、過去の歴史に興味があったらリサさんに聞いてみるといいよ。先に言っておくけど、私が歴史苦手とかそういうんじゃないからね。図書館司書の知識が偵察騎士を上回っているのは当たり前のことでしょ。風の塊みたいなもんだ。風たちの地にある七天神像に行こうぜ。それを神に捧げるんだ。ほらほら行くぞ。詳しいことは後で教えてやるから。七天神像だ。さて供物を捧げて神がどう答えるか見てみようぜ。七天神像の祝福を感じたか。モンドの人々はあれを失われた風神の瞳と呼んでる。心臓の眼下へはめ込むのに値するって意味だ。目として作られた宝石をツバメがくわえて飛んでったって逸話もあるけど、実は失われた風神の瞳に実体はないんだ。神の目を持つ人はそれを集め加護を得るために七天神像に捧げる。神の目は持ってないけど、この世界の常識を超えたお前なら心臓に風神の瞳を捧げると祝福をもっともっと。
来たか。近くに来てくれ。何か匂うか？この神殿で少し予想外のことがあった。スライム、ヒルチャール、それから風魔竜が残した魔力のつながり。はは、中はきっと賑やかなことになってるだろうな。ああ、賑やかだが危なくはない。ボレアスの神殿がこんな風になるなんて実に残念だ。行こう、少年。四風守護は祀られなくなったが、古の風が消えることはない。四風守護の周りを掃除してやろうか。もうすぐ初めての共同作戦だ。俺とお前、いいコンビになれるといいな。さてと、俺が騎士団の戦い方を見せてやるぜ。俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ？経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。旅人、お前は神の目を持っていない。そうだろ？どうやって元素の力を使ってる？不思議な現象だよな。こいつはどうだ？お前って本当にせっかちだな。おとなしくしやがる。おとなしくしやがる。やっと着いた。前に道がない。空域を利用して上に登ろう。そうだ、鋭いな。ジンから称号をもらって騎士にならないか？俺、そういえば知ってるか？風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。風魔竜はそれで力を吸い寄せてるのか？可能性はある。早速やるぞ。
おお、いい動きするじゃないか。まさか有能な戦士だったとはな。神殿での戦いは勉強になったぜ。ははは、騎士の謙虚さも兼ね備えてるとはな。お前がモンドを救う勇士、きっと自由の都の新たな伝説になる。俺は騎士団本部にいるから、暇な時いつでも来てくれ。そうだ、いい酒場を知ってるからそこでもいいぞ。なんとか収穫はあっただろ。風魔竜から遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。こいつはどうだ？私、ほっうさぎ伯爵出撃。偶然おとなしくしやがれ。消えるんだ。やってやえっこっにけ
危ないのに手伝ってくれるなんて感激だわ。何かわからないことがあったらお姉さんに聞いてちょうだい。あら、いい質問ね。それはもちろんジンが私を信頼してるからよ。だからあなたたちも私をもっと信じていいわよ。外でも元素の乱れによるざわめきを感じるわ。早くこの神殿を取り戻して気分をすっきりさせないとね。私も少し本気を出そうかしら。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？行っても何もできないぞ。それもそうね。では道を探しましょうか。この風を使って上に行きましょう。お姉さんに任せて。なるほど、雷元素の石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。しびれなさい。しびれなさい。水に濡れた敵に対してお姉さんはすごいのよ。雰囲気よ。ここから上に上がりましょう。しびれなさい。雨のような矢を。やみつきにならないで。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するわ。摩擦で生じ私の首にある宝石が何かって？嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が
元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから？突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは銀融詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よ。これを壊せば帰って休めるわよね。休めると思ったらがぜんやる気が湧いてきたわ。東風の竜トアリン、南風の獅子ダンディライオン、北風の狼ボレアス、西風の鷹セピロス。それらはモンドの四方の風の守護者で、風神バルバトスの眷属でもあるわ。トワリン、それが風魔竜の名前よ。人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風守護の中のトワリンだった。四方の風の中でトワリンがそのうち3つの力しか使えない原因がこれよ。彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。多分憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でも四風守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ？モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。の元素の流れも地脈の循環も元通りになるだろうな。騎士団に戻ってみるか？もちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。そうだ、四風守護の神殿でまた失われた風神の瞳を手に入れただろ。今後も入手するかもしれないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。これちょっとビリビリさせないと。こいつはどうだ？
これこれあそこのお姉さんが手を振ってるぞ。行ってみようか。冒険者協会へようこそ。あなたのことは観察させてもらいました。観察？こいつなんかしたのか？いえいえ、優秀な冒険者を見つけることも私の仕事ですから。あなたから伝説の冒険者たちと肩を並べられるほどの素質を感じます。それはオイラもわかるぞ。彼と一緒にいると安心できるんだ。でも冒険者にとって素質よりも経験の方が大事です。冒険経験を積み重ねることで冒険ランクが上がります。早速新しく入ってきた冒険者に紹介しますね。待って、オイラたちもう正式な冒険者になったのか？安心してください。冒険者協会には会費を払う必要も強制的な義務もありませんから。つまり協会に入ったらメリットだらけ、デメリットはありません。とにかく冒険ランクが上がるたび冒険者協会から報酬をもらえます。これは協会から新人へ送るプレゼントです。確認してくださいね。改めて入会を歓迎します。冒険者の申請。これはあなたの冒険の証です。新人の加入はとても大事なことですから当然です。これには協会の依頼や報酬に関する情報がたくさん載ってますから、会員の証明でもあるからね。きちんと保管してくださいね。それともう一つ、冒険ランクが上がりにくいと感じる時がたまにあると思いますが、その時は印象に残る任務をクリアすることで協会の認可をもらえますよ。印象に残る任務？冒険ランクの上限を突破するための突破任務と言った方がいいかもしれませんね。今はま
まだその時じゃないですが、あなたの経験が多くなればみんなの認可をもらえるチャンスも増えてくるはずです。では今日はここまでにしましょう。これからどんどん会う機会も増えると思いますから、頑張ってくださいね冒険者さん。星と深淵を目指せ。漁師トーストの匂いだ。鹿狩りの方から匂うぞ。柔らかいトーストを厚く切って、玉ねぎをいっぱい乗っけて、少し焦げ目がつくまで焼いたら、そのまま口に。よし、決めた。早速鹿狩りに行って漁師トーストを買おう。もちろんお前のおごりだ。うわー、鹿狩りの漁師トーストは最高だ。実はこれもモンドでは誰もがレシピを知ってる定番料理だな。食材が足りるならお前も作れるよ。お前の腕は鹿狩りを超えられるかな。オイラは喜んでお前専属の試食係になるからな。失望させないでくれよな。